皆さんこんにちは。今日も見に来てくれてありがとうございます。アビです。今日私は神奈川県相模原市にあるダチョウ牧場スマイルオーストリッチさんに向かっています。牧場の最寄りのバンダ駅から牧場まで徒歩30分くらいかかるみたいなので、今日は車で向かっています。運転は好きだけど、都内から ETC の料金もレンタカーも高すぎだし、なんかほんともっと安くなってって感じで涙が出そうです。ナビの案内を見ながら向かうと牧場への道が見えてきました。駐車場に車を止めると早速ダチョウさんを発見。受付で牧場のルールなどについてのお話を聞きます。ちょっと言葉が難しかったんですけど、簡単に言うとこちらの牧場は動物ファーストなので、基本的にお客様という扱いはしないけど、コミュニケーションが取れればたくさんお話をして楽しもうねみたいなスタンスで運営されてるみたいです。休憩所のゲルやお手洗いなどの案内の後、鳥インフルエンザ予防の石灰で靴を消毒して、いよいよ牧場エリアに入ります。ここでのルールっていうのは走らない、はい、大きい声を出さない、動物は追いかけない、餌は素直にあげるっていうこの4点が最低ルールです。はい。さっきここのゲートから入ってきたんですけど、柵なしでダチョウさんの近くに立つなんて初体験すぎてドキドキしました。牧場内では動物さんたちにご飯をあげる体験ができるんですけど、専用の餌が売られてるわけじゃなくて、敷地内に生えてる美味しそうな草をあげるそうです。エミューとダチョウにあげるときは摘み取った草を手のひらでお団子状にします。だから下から顔が出てくるようにしてあげてください。これで食べさせる。食べたら近づきます。ペタッと近づいて首を肩に乗っける感じでね、そうやって触ります。草のあげ方や撫で方を教えてくださったんですけど、エミューさん草を取る時の勢いがすごくてちょっと怖いです。ということでついに私のターン。見せてあげる。向こうからよく見えるようにしてあげる。これ見せてあげる。で、来たらちょっと下に下げて、ちょっと後ろに下がって、頭がこれまで出てくるようにして食べさせる。ちょっとビビりながらエミューさんを撫でてたらヤギがやってきました。ヤギの角は根元の方は血管が通っててあったかいけど、先端の方は血管が通ってないからひんやりしてるんだそうです。エミューの説明が終わったら次はダチョウさんの番。ダチョウにもエミューと同じように草をあげることができるみたいです。あまりの迫力にどこを取っているのやらって感じだけど、ダチョウさんに草を手渡しできました。今演技してんのね。どんどん下に下がってくるぞ。こういう感じです。ちなみにこんな感じの茶色っぽい子が女の子で、こんな感じの黒い子が男の子だそうです。っていうか、いっぱい地面に草が生えてるのにわざわざ人間の手から食べたがるのはなんでなんですかね。不思議で可愛いです。ダチョウにとって嫌なことをしなければ安全だけど、万が一の時のための逃げ方レクチャーもありました。ケロケロ。お次は七面鳥とクロウコッケイ。この子たちには柔らかそうなギシギシの葉っぱを丸めずにあげるんだそうです。鳥さんたちの歯である砂肝に負担がかからないように、できるだけ小さくちぎらせてあげて手を離すみたいなんですけど、これが案外難しい。あ、ごめん。なんか背後からの視線を感じるような気が。お家の入り口にお邪魔してあげることもできたんですけど、くちばしが怖くて二口目で離しちゃいました。おんどりさん？朝だけじゃなくて一日中コケコッコーって言うなんて知らなくて驚きました。
牧場にいる昼間の数時間の間にめっちゃ何回も聞いた気がします。手前にいるのがジャコピンバトのお父さんで、奥の白い子が9月生まれの子供ちゃん。ジャコピンパパに比べるとベビーはまだ襟巻きの豪華さが控えめですね。白黒鶏もいました。外に出てる子たちは家族で、このオレンジの子がお父さんで、世界一小さい種類の鶏さん。お母さんはイギリスのセブライトっていう種類らしい。クジャクは繁殖期である春に綺麗な尾羽が見れるんだって。今は抜け落ちてて生えてないみたい。チャモドリは白が男の子で黒が女の子で、背中がハゲてる子がモテてる子なんだって。ヤギさんのブラッシング？ご高齢のお父さんヤギと心配してるつもりの娘ちゃん。スリスリしてついてくるヤギちゃん可愛すぎます。どうやらヤギ界でも人気のラブブ。こちらのダチョウさんは牧場主さんのことが嫌いみたい。私も後から草をあげようとしたら全然もらってもらえなくて、見には来てくれるけどもらってもらえないから置いてみたらそこを食べてくれました。と思ったんだけど、編集しながら見てたら食べてなくないですか？はにゃ？他のお客さんがあげた時は超スムーズに食べてたからお腹が空いてないわけじゃなさそう。ちなみにヤギには草をあげるともっともっとって事件が起きるかもしれないからあげちゃダメみたいです。ウサギと鳥のお家には膝のり鳥もいるんだとか。ケロケロ。ということで全体の説明ツアーが終わったのでフリータイムが始まりました。今日は平日で他にお客さんがあんまりいないから時間制限なしでどうぞって言われたので、混んでる日は時間制限があるのかもしれないです。全身どこでも触らせてくれるヤギさんだなんてすごすぎませんか？このまま横でお昼寝したい気分です。柔らかい方がいいよやってホワイト待ってる。迫力はダチョウの方がすごいけど、くちばしはエミューの方が鋭いなって思いました。結構触れ合ったので一旦休憩用のゲルでダチョウの卵のプリンをいただきたいと思います。冷蔵庫の飲み物は1人1本まで入場料に含まれていて、2本目以降は1本100円だそうです。ダチョウの卵のプリンは口に入れた瞬間はあんまり味を感じなかったんですけど、もぐもぐすると普通のプリンよりもはるかに濃厚な卵って感じの驚きの味で美味しかったです。ところでエミューの鳴き声がこんなにかっこいいって知ってましたか？この後もしばらく滞在してたくさん動物さんたちと触れ合うことができました。一人で運転してたから道の様子が見せれなかったけど、牧場から出る道が本当に合ってるのか不安になるくらい細くてドキドキしました。ということで今日はダチョウ牧場スマイルオーストリッチさんに訪れました。ヤギやダチョウにこんなに至近距離で何の策もなく触れ合えるなんて本当に素敵な牧場でした。虫が苦手だから普段は地面に生えてる草に触ることなんてないんですけど、それも今日は自然をいっぱい感じられて楽しかったです。ちなみに現在ホームページは使ってないみたいで、
何かお問い合わせや質問のある方は X の DM に送ってくださいって牧場の方がおっしゃってました。今日も最後まで見てくださりありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。また見に来てください。バイバーイ。